はい、どうも藤井です。自分の好きな影響を受けたレコード CD を紹介する動画。今回紹介するのはこちらです。サンディー&ザ・サンセッツのラララララブ。サンディー&ザ・サンセッツは1980年代に活動した日本のニューウェーブバンドです。結成時のメンバーはボーカルサンディ、ギター、ボーカル、キーボード、そして、リーダーでもあります久保田誠、ギター井上健一、ベース恩蔵隆、ドラムス井浦秀夫。サンセッツとしては1980年頃の結成ということになりますが、そこに至るまでをちょっと詳しく見ていきましょう。リーダーの久保田誠さんは京都の大学に、在学中、1970年前後に、水谷隆という人物からレコーディングを手伝ってくれと頼まれます。これが裸のラリーズというバンドで、非常に大音量でノイジーなサイケデリックロックをやっていた、伝説のバンドです。で、久保田さんはラリーズのメンバーとして在籍することになりまして、そこで、水谷さんからの影響もあってかサイケデリックロックに傾倒し、1970年には渡米して、サンフランシスコでグレイトフルデッドをはじめとするさまざまなアーティストのライブを体験したそうです。帰国後、ラリーズでの活動の傍ら自分で曲を作り弾き語りをするようになります。それをデモテープにしてレコード会社に送ると反応があり、1973年にソロアルバム待ちぼうけを発表します。これは現在日本のアシッドフォークの名盤と言われているようですね。同年には2作目のサンセットギャングを発表。その後は久保田誠と夕焼け楽団というバンドとして活動していくことになります。この辺りからハッピーエンドやその周辺との交流が盛んになったようで、特に細野晴臣さんとは盟友と呼ばれるような関係を築いていくことになります。久保田誠と夕焼け楽団は次第にロックやブルースにハワイアンや沖縄民謡の要素を取り入れ、独自のミクスチャーな音楽性になっていきます。このあたりは細野さんのトロピカル3部作とほぼ同時進行ですね。ちなみに久保田さんが沖縄に行った時に偶然聞いた木名正吉のハイサイおじさんのレコードをお土産に買って帰ったところ、唯一細野さんだけが喜んでくれたというのは、多分ファンの間では有名なエピソードです。久保田誠と夕焼け楽団は1979年までに5枚のアルバムを残しています。1980年代に入り、夕焼け楽団はサンディをリードボーカルに迎え、サンセッツとして再出発します。サンディさんはスペイン系アメリカ人を親に持ち、日本で生まれ育った女性です。10歳からハイスクール卒業までをハワイで過ごし、1974年頃から日本でソロ歌手として活動しますが、その時の名義はサンディ・アイであったり、サンディ・オニールであったり、サンドラ・ホーンという名でルパン三世の主題歌を歌ったりもしました。その時期にラジオ番組を通じて久保田誠さんらと知り合ったようです。1980年に細野晴臣プロデュースによるソロアルバムEating Pleasureを発表し、その後サンセッツに加入した形になります。サンセッツは1980年代初頭という時代、そして、YMO で成功を収めていた細野晴臣プロデュースということもあってか、ニューウェーブポストパンク要素の強い音楽性になりました。サンセッツのファーストアルバムヒートスケールは1981年発表。打ち込みシンセサイザーを多用しつつも
夕焼け楽団時代からの南国的な音楽性も継承し、さらに、自分も前に紹介したトーキングヘッズの Remain in Light にも通じるような当時の最先端のニューウェーブ、ポストパンクと同時代性を感じさせるエスニックでファンキーでかなり尖った作品になっています。自分はこのサンセッツのファーストをつい最近まで聞いたことがなかったんですが、正直むちゃくちゃいいです。今までなんで聞こうとしなかったんだって後悔するぐらい、今回は、後のアルバムラララララブの紹介動画になっていますが、80年代当時これを聞いていたらすごくハマってもうむちゃくちゃ影響を受けたと思います。サンセッツは当初から海外を視野に入れた活動をしていて、ほとんどの曲が英語の歌詞で歌われています。ヨーロッパやオセアニアでのレコード発売やライブも活発に行い、特にオーストラリアでは非常に人気になったようです。先んじてソロアルバム Eating Pleasure がイギリスなどで評判になっていて、サンディの知名度が先行していたためか、海外ではサンディ&ザ・サンセッツ名義でヒートスケールが発売され、それを機にバンド名を改めたようです。サンディ&ザ・サンセッツに、名前を正式に変えて、1982年にアルバムイミグランツを発表。YMO のメンバーがゲストミュージシャンとして参加したり、ジャパンのデビッド・シルビアンも参加しています。時代的にもニューウェーブど真ん中の時で、サンディ&ザ・サンセッツとしては一番よく知られた作品だと思います。1984年にベスト版ビバ・ラバ・リバを発表。サンディのソロ作も含めたちょっと変則的なベストアルバムです。これに収録されたスティッキーミュージックはオーストラリアでチャート8位を記録するヒットとなったそうです。そして1986年に発表したのが今回のメイン、ラララララブです。ちなみに海外では、バンザイベイビーというタイトルだったようですね。メンバーはドラムがタンゴヨーロッパというバンドにいた石田美希さんに代わっています。86年という時期はいわゆるニューウェーブだとかポストパンク、あるいはテクノポップといったジャンルの流行は落ち着いて、そういった要素もメジャーなシーンに薄まって広がっていった、そんな時期のように思います。このラララララブも洗練されて聴きやすい作品になっていますね。以前からアジア的要素のある音楽性でしたが、中近東風、インド風の要素はこのアルバムからでしょうか。初期の頃はそういったアジア的、日本的要素とニューウェーブサウンドの、融合が強いインパクトを持っていて、ともすれば極物的に聞こえたかもしれないですが、この頃になるとそういった要素と当時の最先端のサウンドが違和感なく融合していて、非常にかっこいいサウンドになっていると思います。収録曲を見ていきます。1曲目バッテリー、シングルカットされた曲ですね。ミドルテンポのロックに中近東風のモチーフが散りばめられています。能天気な明るい曲ですが、サビで一気に怪しい雰囲気になるところが好きですね。2曲目 The Act of Love、これは細野晴臣作曲、演奏にも参加しています。これは細野さんがソロアルバム SFX から、FOE というユニット、その時にやっていた音楽性に通じるファンキーな曲です。スクリティポリティあたりと近い感じもあります。個人的にはアルバムで一番好きな曲だったりしますね。3曲目バンザイベイビー、シタールの音色の入ったインド色の強いアップテンポの曲、そこにバンザイという日本的な言葉が乗り、当時らしいオーケストラヒットの音も入る、ごったに的な曲になってます。それでいてむちゃむちゃポップなのが素晴らしいですね。4曲目イーストミーツウエスト、イントロのシンセのフレーズが YMO の、インソムニアに似ているような気がするんですが、歌が始まるとファンキーでかっこいい曲といった印象です。5曲目 This is not enough、
これはデビッド・シルビアン作詞作曲です。やはり独特でジャパンを彷彿とさせまくりですが、サンディが歌うことによって、新鮮な印象ですね。B 面1曲目、愛し愛し。ファンキーなサウンドに和のテイストを感じるメロディー。どこが日本風でどこがアメリカンなのかというそういう説明をするのが野暮に思えるいろいろな要素が溶け合ったサンセッツの真骨頂のような曲だと思います。 B 面2曲目、ファシネーション。こちらはストレートにモータウン調の曲。怪しく不思議な雰囲気の曲が多い中、突き抜けたようなキャッチーさがすがすがしいです。 B 面3曲目はアンドレッシングスローリー。ファンクサウンドと、どこか和テイストのメロディー。サンセッツが得意とする曲調の典型ですが、個人的には、当時聴いた時は印象が薄かったですね。でもしかしライブでの定番曲だったそうです。 B 面4曲目、ラストは The Serious Game。スローテンポのバラード曲ですが、こちらは尺八風の音、琴風の音が入ったり、しっかり、和風の曲です。メロディーも非常に歌謡曲的、英語詞なので流れで洋楽的に聴けてしまうところがありますが、改めて聴いてみるとなんかすごい、いいですね。なんというか、こういったもろ日本的なメロディーを当時の新しいサウンドでアレンジして、違和感なくクオリティの高い曲に仕上げているのが素晴らしいなと思います。以上9曲がこのアルバムの収録曲でした。はい、で自分がサンディ&ザ・サンセッツを知ったのはいつだったか、YMO が好きになってその周辺のバンドとして中1くらいの頃、1985年頃には名前は知っていたと思います。それでですね、以前にも紹介した中森明菜ビター&スイートというアルバム、この中にバビロンという曲が入っていて、この曲がめちゃめちゃかっこいいと、それで作った人を見てみると、作詞サンディ、作曲久保田誠なんですね。それで、すぐ分かったか後で分かったのかちょっと忘れましたけど、ともかくこれは、サンディ&サンセッツが作った曲だと知って、それでものすごく興味が出てきたんですね。で、実際サンディ&サンセッツの曲を聴いたのは、これも以前ボーイとかピンクの時に喋ったと思うんですけど、85年末にサンディ&サンセッツとピンクとボーイのライブを放送した番組があって、それで初めてサンディ&サンセッツを見て、すごいいいなと思いまして、で、翌1986年にニューアルバムが出たということで、この、ラララララブを買ったんですね。でそれでですね、確か中森明菜不思議とすごく近い時期に買ったのは覚えていて、このアルバムにも、彼らの提供した曲が入っていて、それもすごく好きで、この2枚をすごく繰り返し聴いていた記憶があります。サンディ&ザ・サンセッツはその後80年代末までに2枚のアルバムを出していますが、90年代に入るとサンディのソロ活動が活発になり、久保田誠プロデュースによるソロアルバムを、高い評価を得ていきます。その後サンセッツは解散というか自然消滅のような感じだったんだと思います。サンディさんは90年代中頃からは自分の歌のルーツであるハワイの音楽に傾倒していき、作品を発表します。そしていわゆるフラダンスなどのフラの、指導者としても有名になりました。久保田誠さんはその後主にプロデュース業をする傍ら、細野さんとのユニットハリー&マックをやったりもしています。で、現在このサンディ&ザ・サンセッツを聴こうとすると、ヒートスケールからビバラバリバのアルファレコード時代は CD 再発があったりサブスクにもあったりするのですが、このラララララブ以降の
東芝 EMI 在籍時のものは CD も絶版状態でサブスクにもありません。これは非常に残念なことですね。そしてネット上で調べてみても情報が少なく感じました。ウィキペディアを見てみても日本語ではサンディ&ザ・サンセッツのページはなくて、サンディさんと久保田誠さんのページをそれぞれ参照することになります。逆に英語版ではサンディ&ザ・サンセッツの割と詳しいページがあります。といったことから当時から現在に至るまで日本国内よりも海外での評価が高いバンドなのだなと感じます。さらに詳しく調べてみると80年代初頭、イギリスやアメリカ、オーストラリアなどで活動し、世界のニューウェーブシーンで存在感を放っていたことがわかります。ジャパンはもちろん、トーキングヘッズとも深い交流を持っていたようで、他にもスージー&ザ・バンシーズとも仲が良かったという話もありました。あと、特筆すべきは、イギリスにおけるレゲエ・ダブの重要人物デニス・ボーベルとの交流から2017年にサンディとデニスによるフラダブの発表、またはデビッド・ボーイが絶賛していたという話などなど、そういった80年代の先端を行っていた人たちをうならせる先進的でクオリティの高い作品を作り続けていただけに、今現在の日本での認知度を見ると過小評価をされているバンドだなと思います。もし80年代の音楽が好きでサンディ&ザ・サンセッツを知らないという人がいたらぜひぜひ聴いてみてほしいです。初期の作品でしたらサブスクにもありますので。で、個人的にはこのラララララブ以降の作品も多くの人の耳に届くようになってほしいなと強く思います。はい、というわけで今回はサンディ&ザ・サンセッツを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。